皆さんこんにちは。ホームメディカルクッキングです。今日は免疫力アップに舞茸と山芋の梅肉炒めをご紹介します。コロナ後安心しちゃってませんか？いつまた新しい細菌が来るかもしれません。新しい細菌が来ても負けないように免疫力を上げておきましょう。免疫力アップにおすすめの食材は3つです。山芋、舞茸、カツオです。なかなか毎日同じものばかりは食べていられませんので、最後に毎日実践できる免疫力アップのお茶の飲み方を紹介しています。最後までご覧いただけると嬉しいです。材料はこちらです。では作っていきましょう。舞茸、山芋、梅干し塩、お酒です。山芋は5ミリから7ミリの輪切りにします。山芋は胃腸の働きを高めて消化を促進し、慢性疲労の回復や慢性の下痢、食欲不振を改善したり、老化を予防してホルモンバランスを整える作用があります。更年期障害による不定収素や性欲減退の改善に効果があります。また、夜間の頻尿、寝汗、耳鳴り、睡眠の質が悪いなどの症状の改善も期待できたりと、たくさんの効能があります。この効果を舞茸と合わせて一緒に食べることでさらに力を発揮します。次は舞茸です。舞茸は根っこを取って手でパラパラと食べやすい大きさに切ります。舞茸は五臓の機能を高める気を補って体を健康に保つ効果があります。免疫機能を高めるベータグルカンの効力はキノコの中で最も高いとされ、がん細胞の増殖の抑制も期待されます。次は梅干しです。種を取って細かく切っておくのですが、2個でもいいです。今回は梅干し塩があったので1個にしています。梅の酸味はクエン酸などの有機酸によるもので、疲労回復効果が高く、首や肩こり、神経疲労の回復も期待できます。また、梅には殺菌・防腐作用があるので、夏場に多い細菌性の食中毒の予防に効果があります。フライパンにサラダ油大さじ1をひいて、山芋を並べます。両面こんがりと焼いていきます。片面を焼いているうちに上面が半透明になってくるとちょうど良い焼き具合になりますので、裏返しましょう。免疫力が少ない人のことを東洋医学では気虚と言います。全体的に気が不足している状態のことです。この気とは体を防衛するために体の隅々や表面に流れているエネルギーのことです。この気が少なくなり、そのために病気が侵入しやすくなってコロナ菌や細菌などに負けてしまう状態が免疫力低下と言われる状態です。気が少ない人は見た目、皮膚は色白でひょろりとした痩せ型、見るからに疲れやすい感じの体格です。口数が少なく、声や表情に元気がありません。少し動くとさほど暑くもないのに汗がどっと吹き出たり、息切れや動悸を感じることもあります。これらは体の声と言います。人それぞれなので全部当てはまらなくても、こんな状態ありませんか？免疫力低下してますよ。このようなタイプの人は常にパワーを補充しておかないと、胃下垂、脱肛、臓器下垂、子宮下垂、子宮脱など内臓が下がった状態のことが多く、立ちくらみや低血圧にもなりやすいのです。これらは本来上に上がっていなくてはならないものがパワー不足のためにうまく上がらないために起きている状態です。この状態を良くするために気を補う食材の代表が山芋、舞茸、カツオになります。気を補い体が整うと楽になってきますよ。体が楽だと何をするのも楽しくなります。自分の体からの声を聞きながら改善していきましょう。全体的に焼き色がついたら舞茸を入れます。舞茸は火の通りが早いので軽く炒めます。
舞茸がしんなりしてきたら、山芋も舞茸も一緒に一度取り出します。次にフライパンに梅干し1個潰したものと梅干しを少し入れ熱します。そこに山芋と舞茸を再び入れて梅干しを絡め、酒 100ml を入れ全体になじませます。完成です。器に盛り付けます。最後に小口ネギをトッピングします。作り方をまとめます。1、山芋と舞茸を食べやすい大きさに切ります。2、フライパンに山芋、舞茸を炒めます。3、梅で味付けをします。代替食材としては山芋は最強なので自然薯などを代替食材としたいところですが、どうしてもない場合はカツオや鶏肉などでも大丈夫です。舞茸は乾燥しいたけやしめじでも大丈夫です。いろいろ食材を変えてレパートリーを増やしてくださいね。最後に飲み物の効能を知って免疫力アップに使うお話をします。お茶は原材料にもよりますが、発酵度合いによって体を温めるか冷ますかが決まります。基本的に発酵させてあるウーロン茶、鉄観音茶は体を温め、不発酵茶である緑茶や麦茶は熱を抑える働きがあります。今回免疫力アップに使うのはこの緑茶とみかんの皮を干したものです。みかんの皮を干したものを陳皮といって漢方薬にも使われるほど効果が高いものになります。家で自分で作れるのでやってみました。まだ乾かしている途中ですが、古いほど効果が高いと言われています。胃腸の働きを高めます。みかんの皮に多く含まれるベータクリプトキサンチンはカロテノイドの一つで、がんや骨粗鬆症の予防効果が期待されています。では作ってみましょう。お茶っ葉は大さじ1、陳皮も細かく切って大さじ1で、お湯を注ぎ入れ、お茶っ葉が開いてきたら注ぎいただきます。みかんの香りがほんのりして美味しいです。このお茶を毎日1杯ずつ飲むことで免疫力アップをすることができます。こちらもチャレンジしてみてくださいね。毎週土曜日にちょっとした体の不調を改善するレシピを紹介しています。あなたの症状に合った話を見逃さないためにも登録ボタンを押してください。横にあるベルのマークも押していただくと最新の動画をアップロードした時にお知らせがいきますので押しておいてください。そして応援していただけると励みになりますので、いいねも押していただけると嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。